XEX01 ガンダムキャリバーンは、機動戦士ガンダム水星の魔女において終盤の主人公機として登場した機体です。パイロットの安全を考えず、機体のスペックのみ追い求めた非常に危険な機体で、開発記録も抹消され封印されていましたが、クワイエットゼロへの対抗策として21年ぶりに封印が解かれ、スレッタ・マーキュリーが登場しました。今回はそんなキャリバーンについて解説させていただきます。水星の魔女の世界には、鉱物由来の元素であるパーメットを用いて機械と人体をリンクさせ、体の一部のように操れるようにする身体機能拡張技術ガンドが存在しています。もともと宇宙環境下で生じる身体機能障害や人体の欠損部を行う医療技術としてカルドナゴの元バナディース機関が研究していましたが、オックスアース社によって買収された後は軍事技術として転用されました。なおバナディース機関は資金難による研究凍結を回避するための苦肉の策として、オックスアース社側のガンドフォーマットを用いたガンドアームの開発に協力するという条件をのみ援助を受け入れたとされています。これによりバナディース機関ではガンドフォーマットの技術確立のため多くの試作機が開発されていきました。こうして開発された機体のうちの1機がキャリバーンとなります。もともとガンドフォーマットは人体の10倍以上の大きさがあるモビルスーツと人体をリンクさせる都合上、10倍以上の情報量を大量のパーメットとともに搭乗者へ共有する必要があります。そのため人体のパーメットを大量にモビルスーツへ流入することで、逆にモビルスーツの情報が人体へ逆流する現象であるデータストームを引き起こし、最悪パイロットの命にも関わるダメージを与えるという欠点を持っていました。そこでガンドフォーマットの健全性を追求して開発し、一定のパーメットスコア内であれば人体への影響を最小限にとどめることに成功したのが XGF-01 ガンダムルブリス量産試作モデルと XGF-02 ガンダムルブリスでした。一方ルブリスとは異なり、モビルスーツのパフォーマンスを最優先し、パイロットへの影響を全く顧みず、ガンドアームの性能限界を追求した機体がキャリバーンとなります。そしてルブリスとキャリバーンがコンペティションを争うことになり、その結果ルブリスが次世代ガンドアームの原型機として選ばれました。キャリバーンがコンペに敗れた理由としては、ガンドフォーマットが人体へ与える影響を危険視したモビルスーツ開発評議会から技術の安全性を証明するよう求められていたこと、また搭乗者が乗るたびに死亡するリスクを抱えているため実用性が非常に低く、量産が現実的ではない点など様々な要因が重なったためと考えられます。キャリバーンの研究開発記録は全て抹消されていますが、これはプロローグ冒頭でルブリスの評価実験を行っていた頃、世間ではガンドアームの生命倫理問題が問われていたので、絶対に公にするわけにはいかなかったという事情があったとわかります。こうして開発記録が抹消されたキャリバーンはガンドアームとしての性能を追求したため、データストーム軽減用のフィルターが廃止されていることから、逆にその分他の機体と同程度のパーメット量で高いパーメットスコアでの運用が可能です。またパイロットとガンドアーム間における膨大な情報伝達と処理を行うシェルユニットの容量がエアリアルよりも大きいとされています。その他の特徴として、ハイマニューバモードと呼ばれる宇宙空間での非生制御特化形態への移行が可能です。ただ特化形態とは言っても、脚部の甲とかかとを合わせて空気抵抗を少なくした飛行姿勢を取るだけなので、可変モビルスーツのように大きく機体が変形するわけではありません。他にも高速戦闘に特化したスラスターや高機動ブースターを搭載したライフルを装備しているため、21年前の旧型モビルスーツとは思えない機動力を誇っています。そのため劇中では最新鋭のモビルスーツとも互角以上の戦闘を繰り広げていました。武装としては頭部ビームバルカンのほか、バックパックのビームサーベル2本、そして追加推進機としても利用できるクアドラスラスター4機を搭載した大型ライフル、バリアブルロッドライフルを装備しています。このライフルは一撃でガンドノードを破壊可能な絶大な威力を誇っており、劇中ではビームを照射しながら射角を変えることで一度に3機のガンドノードを撃破していました。ライフルを構えながら宇宙を駆け抜ける姿はさながらほうきにまたがったマッチョで、これは監督である小林弘氏からほうきを連想させるライフルを登場させたいとの提案を受けてデザインされたということが月刊ニュータイプ2023年8月号で語られています。なお、そんな制作陣のこだわりから誕生したバリアブルロッドライフルはキャリバーン最大の魅力ですが、モビルスーツの戦闘力という視点で考えてみると
逆にモビルスーツとしては最大の弱点という意見も見られます。これはライフルを破壊されると本機の武装がバルカントビームサーベルのみになってしまい、さらに同時に4機のスラスターを失うことになるので、大幅な火力と機動力の低下を招くからです。そのためキャリバーンの性能を十分に発揮するには、モビルスーツの身長ほどある武装を破壊されないよう気を配りながら、機動性を生かして戦場を縦横無尽に駆け回り続ける操縦技術が必要になります。他の機体にはないハイマニューバモードやロッドライフルという扱いが難しい装備の存在から、本機は宇宙での運用をメインに開発されているのかもしれません。その他、劇中では追加兵装として大破したエアリアルから受け継ぐ形でエスカッシャンも装備しています。本機には各部にエスカッシャン用のジョイントが見受けられるため、当初はエスカッシャン搭載型の機体として想定されていたのかもしれません。なお、エアリアルの青色のエスカッシャンをキャリバーンが装備した際、配色が白に変化していますが、色が変化した理由は明かされていません。ただ水星の魔女の世界では端末一つで制服の色を変えることができるので、同じ類の技術が採用されていると考えられそうです。イメージとしてはシードシリーズで電圧によって機体色が変わるフェーズシフト走行に近いのかもしれません。キャリバーン・マルブリスとのコンペに敗れた後は開発記録が抹消され厳重に封印されていましたが、バナディース事変の際に宇宙議会連合によって押収され極秘裏に保管されていました。それから21年後、ベータストームを発生させる宇宙要塞クワイエットゼロに対抗するため封印を解かれ、スレッタへ託されます。クワイエットゼロは広大なベータストーム空間を展開することで、領域内にいるパーメットリンクを用いた機械兵器をオーバーライド、つまり無効化することができます。そのためクワイエットゼロの領域へ突入するには、パーメットリンクを用いていない機械かオーバーライドを回避できる機体が必要でした。そしてオーバーライドを回避するためにはパーメットスコア5以上でモビルスーツを運用する必要があったため、まず施設内でスコア5到達の試験運転が行われ、スレッタはなんとかこれをクリアしました。なおパーメットスコアのレベルはスコア2で機体の基本稼働、スコア3で遠隔機器が操作可能、スコア4でガンドアームの制御を奪われるアンチドートに対抗できる性能を発揮できるが、パイロットには相当な負荷がかかるという形で描写されています。にもかかわらず、スレッタはさらに上のスコア5を発動し、しかも流れ込んでくるデータストームが他の機体以上に多くて、身体への負荷が大きいはずなのに動けていることから、データストーム耐性が極めて高いとわかります。こうして試験運転をクリアしたスレッタはキャリバーンでクワイエットゼロへと向かうことになりました。データストーム空間の中、キャリバーンはバリアブルロッドライフルを抱えながら飛び回り、次々とガンドノードを撃破していきました。そしてエリクトの狩るエアリアルと対面します。スレッタはフィルターなしの膨大なパーメットの流入に苦しみながらも、エアリアルのエスカッシャンの猛攻を華麗に回避し、時には踏み台にして動くことで21年後の最新兵器と互角に渡り合っていきます。大型のライフルへの被弾を避けながら戦っている様子から、スレッタの操縦技術が卓越していることがわかります。そしてなんとかキャリバーンがエアリアルを食い止めている間に、ミオリネたちが内部からバックドアを行うことでクワイエットゼロのデータストーム空間を停止。同時にベネリットグループが大規模なハッキングを行ったことでシステムの完全制圧に成功します。これで一件落着かと思われましたが、直後にベネリットグループ全ての消滅を狙った議会連合の惑星間レーザー送電衛星による攻撃が行われました。エアリアルとガンドノードが展開した防御フィールドによってなんとか事なきを得ますが、エアリアルは大破しエリクトも生死不明となります。さらにスレッタの体のデータストームの負荷にとうとう悲鳴を上げ、キャリバーンも一時機能を停止してしまいました。それでもエリクトが助かる可能性にかけ、エアリアルの推進制御をキャリバーンに肩代わりさせ、再びクワイエットゼロへ向け出撃します。そしてクワイエットゼロ内に到達した後、キャリバーンのスコアを上げエアリアルの再起動を行おうとしました。その後データストームの中で再会を果たしたエラン4号の力も借りてエアリアルとキャリバーンのリンクに成功。エアリアルのエスカッシャンと合体したキャリバーンはシェルユニットを虹色に発光させ、スコア8を超えた領域に到達しました。そのまま無人のファラットとシュバルゼッテを操って広大なデータストーム空間を発生させ、遠く離れた惑星間レーザー送電衛星をオーバーライドして停止させることに成功します。しかし
スコア8を超えて力を発揮した代償は大きく、キャリバーンは3機のガンダムとクワイエットゼロとともパーメット粒子に分解されて消滅しました。キャリバーンが死者の思いも借りて人知を超えた力で巨大破壊兵器を止める姿は、まさしくガンダムといった王道展開に感じられた方も多いのではないでしょうか。余談ですが、月刊ニュータイプの集計によると、水星の魔女は放送期間中のツイート数が同時期放送のアニメ作品内で1位を記録していることが明かされています。中でもキャリバーンは事前情報が一切なく、それでいて初登場時にはほうきで空をかける魔女を連想させるデザインから、見事なタイトルの伏線回収に感動した方が多く見られました。またクワイエットゼロに突入するシーンが過去のガンダム作品で時々見られる構図と言われています。回転しながら接近する描写だと、機動戦士ガンダムユニコーンのフルアーマーユニコーン突撃シーン、機動戦士ゼータガンダムのアイキャッチ、そして構図が似ているものだと、機動戦士ガンダム3巡り合い空編でガンダムがキャメル艦隊に突撃するシーンや、ガンダム 00でエクシアリペア2の出撃シーンといったものがあります。このように水星の魔女は次世代の少年少女をターゲットに据えた作品とされていましたが、往年のガンダムファンにグッとくる要素が随所に詰め込まれているのも大きな魅力の一つなのではないでしょうか。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。